はい、こんにちは、山です。今日は美味しい唐揚げの作り方を紹介したいと思います。単に唐揚げといってもいろいろあるのですが、今回は鶏の胸肉を使ったさっぱりでジューシーな唐揚げを作ります。下処理や漬け込みなどいろいろチャプターに分けましたんで、概要欄の下の方にチャプターリスト作ってます。赤い再生バーかチャプターリストからそちらに飛んでご利用いただけますので、そちらも合わせてご覧ください。はい、まずはブライニングというものをやりたいと思います。ブライニングっていうのはブライニング液ですね。僕の場合は300cc の水に3から 6g ぐらい、 1% から 2% ぐらいの塩のみを加えてよく溶かします。でそちらの塩水に鶏肉を約2時間ぐらい漬け込んで、鶏肉の中にねしっかり水分が入るようにします。これやるのとやらないのとで全然違うんで、鶏肉をなんかふやかすようなイメージですかね。これでね後から仕上がりが全然変わってくるので、ここで塩水を作って鶏肉を漬けていきたいと思います。次は鶏胸肉を少し下処理していきたいと思います。今日はねちょっと多めに2枚分ですね、 700g ぐらいあります。これのちょっとね今から取る油の塊だったりとか、あとねたまに血合いみたいなところとかが残ってたり、表面に見えてる筋なんかもここで落としていきます。これをやるのとやらないのとでね、結構ね唐揚げの出来上がった時の口に残るようなね筋とかがあるとねちょっと食べづらかったりするんで、これやっていくと結構柔らかいジューシーな唐揚げに仕上がると思います。逆にね歯ごたえがしっかり残ってるような、たまにね軟骨みたいなねポリっていうとこが残ってるような唐揚げ好きな方は、逆にこういう下処理をねもうしないのもありだと思います。ここはもうお好みですね。僕は今回は下処理結構筋なんかを取ったりとかしっかり下処理していってます。ちょっとねブライニング液を入れる入れ物がボールが小さすぎてねちょっと溢れそうになってますけど、これもご愛嬌ということでラップをして冷蔵庫に2時間ほど入れていきます。冷蔵庫に入れてる間にね、今度はね唐揚げの下味をつける漬けだれですね、漬け込みだれを作っていきたいと思います。日本酒でやったりとかもするんですけどね、今日は白ワインを使います。でしっかり漬け込むようにちょっと多めで作ってますね。今回は白ワイン 150cc ぐらい入れてます。で次はお醤油ですね。お醤油は白ワイン2に対して1ぐらい、白ワインが 150cc なんで 75cc ぐらいのお醤油を入れます。であとお醤油だけだったらちょっと塩分足りないんで、ここで塩も加えます。塩だいたい 5g から 10g ぐらいかな。めっちゃ適当なんですけど、ちょっと塩味ですね。そして1日ぐらい漬け込もうと思ってるんで、あんまり味が入りすぎたりすると味濃い唐揚げになってしまうので、味は薄めにつけてます。なので白ワインが多めですね。でここに味の素ですね。味の素も結構多めに入れます。塩と同量ぐらいですね。 5g10g ぐらいですかね。そこに生姜ですね。もうチューブのやつです。でもね生姜たっぷり入れたりニンニクたっぷり入れたりしても美味しいんですけど、冷めても美味しいんですけど、熱々であっさりビールに合うような感じで作りたいんで、もうチューブから出して
1センチぐらいですかね。で生姜が1に対してニンニクちょっと濃いめに、ニンニクは2センチぐらいですね。チューブのやつで入れてます。これをつけだれに溶かしていきます。つけだれの量から言うとね、めちゃくちゃ薄いですね。ニンニクも生姜ももう本当に隠し味程度のニンニクと生姜になります。よくかき混ぜます。で2時間ほどね鶏肉をつけるとこんな感じでちょっと白っぽくなってねふやけるんですけど、お水にねしっかり塩を入れてる塩水なので鶏肉の旨味が抜け出すみたいなことはないですね。水がどんどん鶏肉に入っていく感じですね。でこのブライニング液はねしっかりキッチンペーパーで拭き取りましょう。で切り分けてつけだれにつけていきます。今回ね結構大ぶりにしたいので鶏胸肉が 350g ぐらいなんですけど、だいたい 60g とか 70g ぐらいずつ切り分けたいので5等分とか6等分ぐらいの感じですね。結構がっつり大きめに切ってます。大きめに切って揚げた後にまた半分に切り分けるぐらいの方が唐揚げがジューシーに仕上がるんでね、小ぶりよりは大きい方がいいと思います。で切り終わったらしっかりね浸かるようにねちょっと軽く混ぜて、これからね半日から1日ぐらい寝かしていきたいと思います。あとねキッチンペーパーで味がしっかり染みるようにして、で冷蔵庫へ行ってらっしゃい。結構経っちゃってね1日半ぐらいが過ぎました。もうしっかり使ってると思います。まあでもねそもそもの味を薄味にしてますんで、こう辛すぎるみたいなことがないようになってるんでね、1日半ぐらい経っても全然あっさりとジューシーな美味しい唐揚げになってると思います。ちょっとつけだれが多すぎたかなって思ってますけどね。でここに直接片栗粉をまぶしていきます。適当に入れて鶏全体に片栗粉をまずまぶします。で片栗粉をねちょっと多めにまぶしてもらって、鶏のつけだれのね水分をね片栗粉が吸い切ってまだ片栗粉が残るぐらいにします。でこの状態でちょっと休ませます。数分待つとねさっきまで片栗粉の粉っぽい感じが鶏肉に馴染んでこんな感じになったらちょうどいいかなと思います。ちょっと粉がもう少しあってもいいかなと思いますけど。はいじゃあ揚げていきます。だいたい170度ぐらいの油ですかね。高すぎず低すぎずぐらいの温度で揚げます。鶏肉が大きいんでね油の温度が一気に下がっちゃうんで、あんまり次々に入れるのはおすすめしないですね。ちょっと一呼吸置いて油の温度が少し上がってから次の鶏肉を入れてます。
鍋のね下の方の油と上の方の油で温度が結構違うんで、一度裏返してあげてください。2度揚げするので1度目はだいたい 4,5 分ぐらいですかね。油に入れて、で油から揚げて、同じ時間ぐらいですね。 4,5 分ぐらい休ませます。で油の温度が高すぎるとここで色がつきすぎてしまうので、中火から弱火ぐらいの火加減でじっくり揚げていってください。少し色づいたぐらいのタイミングで揚げます。だいたい 4,5 分ぐらいですかね。これ休ませてる間にまた鶏肉の中に余熱でじんわり火が入るので、そんな感じでやってます。で2回目揚げる前に油をまた180度ぐらいまで揚げます。こんな感じで割り箸から勢いよくね泡が出てくる感じ、これがだいたい180度190度ぐらい、ちょっと揚げすぎたかなぐらいですね、あると思います。でここでさっき休ませてた鶏肉を2度揚げしてカリッと仕上げていきます。このね100均でね油跳ねを防ぐ網みたいなのがね100均なのに300円で売ってて思わず買ってしまいました。こんな感じでねちょっとね薄めに色づくぐらいで1度目は終わってます。こっからね休ませたのを2度揚げしていきたいと思います。2度揚げの時はね結構油が跳ねちゃうので、その辺も注意ですね。この網のやつで油跳ね軽減ですね。これでもちょっと跳ねてきたりするんですけどね、だいぶマシです。揚げ終わったら一番大きくて火が入りにくそうなやつを半分に切って中までしっかり火が通ってるか確認します。このね切った時もねこの表面が肉汁が溢れる感じ、ブライニングでねしっかり水が入っていて胸肉なんですけどジューシーな唐揚げに仕上がってると思います。じゃあね盛り付けていきたいと思います。やっぱりね唐揚げといったらね千切りキャベツとレモンですね。千切りキャベツ切ろうと思ったんですけど全くうまくいく未来が見えなかったのでコンビニで買ってきました。便利な世の中ですね。最高コンビニ。カットレモンはしっかり切りました。ここにメインの唐揚げを盛り付けていきます。美味しそう。はい、完成しました。いつものビールで乾杯です。美味しそう。いただきます。まずはそのまま食べてます。めちゃくちゃジューシーで
揚げたてがやっぱり一番うまいですよね。お好みでレモンをかけたりとか、結構ねあっさりな薄味に仕上げてるので、マヨネーズなんかもめちゃくちゃ合いますし、あとは塩コショウとかでねちょっとビールに合うような感じの濃い味にしたりとか、何にでも合う唐揚げですね。片栗粉を多めにつけてちょっとしなっとするまで待つと、このあられみたいなザクザクの美味しい唐揚げが上がります。今回は結構手間をかけて作ったんですけど、唐揚げって結構無限に作り方があるので、ちょっとこの唐揚げシリーズまた次回違うのにもチャレンジしたいなと思っております。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。